松山さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、今年の1月に、アフィールムをですね凍らした事件があるんですよね。はい。YouTube 撮影してもらって、綺麗なの今年できるわと思ってたやつが、取り込み忘れてもうその次の朝ですね、もうカチンカチン凍ってしまって、ダメージを受けたんですけど、でそれで再生させようと思ってずっと春から頑張ってきたんですけど、半分ぐらいはなんとか回復して、半分ぐらいちょっとダメだったというところで、それをお見せしたいと思います。はい、はい、でもしちゃんとしていればどれぐらいの株になったかという比較のやつも持ってきたんで、それもお見せしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、これが丸太漬けですね。はい、1月に撮影した丸太のやつの1番っていうやつですね。はい、撮影した映像も多分出ると思うんで、こんな感じになったんですよ。で本体部分はですねほとんど枯れてしまって、高めをですね焦げ玉につけた部分と流木についた部分が残っているという形ですね。はい、ここの部分とここの部分とこの部分が残って、本体から出てたやつはほとんど枯れてしまったという感じ。はい、あと1年すればまたちょっとは復活するかなと思うんで、このまま管理をしていきたいと思いますけれども、今はこんな感じですね。はい、ちょっと見た目ではわからないと思うんですけど、しっかり生きています。はい、1年後にまたどうなったかというのを追ってお知らせできるかなと思います。はい、ダメージだったけど大丈夫ってことですね、これ。いや、大丈夫とはあんまり言えませんね。生き残ったっていう感じですね。なんとか生き残ったという感じ。吉川さんがですね YouTube に取り上げてくれた映像がしっかり残っていると思うんで、それと比較してみてください。1番でした。はい、今度は2番ですね。丸太漬けの2番です。本体から出てる部分がですねちょっとダメージを受けたんですけど、それから伸びた高めがですねまだかろうじて生き残ってるという状態ですね。この辺がですね、本体はもう全滅するかなと思ったんですけど、高めの部分がまだ生き残ってくれてるんで、これがどう来年育ってくれるかっていう映像も残していきたいと思いますんで、はい、頑張ってこれも水をやって育てていきたいと思っています。これが4番ですね。丸太漬けと流木を合わせたやつの4番です。これは桜の木だったんですけれども、切る時期が悪かったのか、桜の木がですね、皮の表情もちょっと黒くなって、で木自体も黒くなって、少しそうですね、丸太の状態がちょっとなんか黒くなりすぎたっていう感じですね。ですからもっと桜の木使うんであれば、しっかり、皮の色が残ったり、この本体がですね、丸太自体が黒くならないような時期が多分あると思うんで、それを選んで作らなくちゃいけないのかなと思いました。今の段階じゃこうやって、黒くなったんで木がですね、そこら辺も切る時期がやはりちょっと関係するのかなと思います。これはしっかりですね、本体の部分も残ったんですよね。凍った割にはある程度ちょっと残ってくれたかなという感じはします。はい、今年ですね、もう寒さで完全に枯れた部分はもう切ってありますんで、生き残ったバルブだけちょっと残しているという状態ですね。完全に凍って、もう干からびたやつはもう切りました。でまだ今これはですね生き残っている部分だけが残っているという感じですね。もうこれはしっかりなんか復活しそうですね。これがですね丸太漬けの5番というやつですね。これも枯れた部分全部切ってますんで、生き残った部分が今年のやつが1本2本っていう形ですよね。すごくちょっとダメージが強かったやつですね。こんな感じです。でもまだ生き残ってるからですね、これを諦めずにちょっと育てていきたいと思っています。生木を切ったんで
で乾かし方もですねちょっと普通のところで乾かしたのでこうやって割れが入るのは自然な感じなんですけどね、割れが入っております。2箇所ぐらい入っておりますんで、これもですね割れが少なくなるような感じ、丸太預けの場合、いやもうそこへもちょっと研究の余地があるかなと思っています。こんな感じですね。これが丸太漬けの5番ですね。これがですね、板付けの4番ですね。板付けの部分はですね、多分5個作ったと思うんですけど、残ったのが1個なんですよね。ですから、やはりこうつけた部分が完全に凍ってしまったの部分もありますし、丸太の部分がある程度残っているということは、そこにちょっと丸太が4鉢残って、板付けが1鉢残ったという感じですので、そこら辺もですね丸太漬けの方が少し生存確率が高かったのかな、そこにはちょっと訳があるのかどうか、ちょっと少しあるのかもしれませんね。丸太の方が、なんか生き残りの確率が高かったということで、こんな感じですね。下の部分の高めがついたところの部分が残ってくれましたね。上はもうちょっとこんな状態ですね。多分こちらに綺麗な映像がすると思うんですけど、もうしょうがないですね。こういった結果になったんで。これがですね、丸太漬けのやつのちょっと同じ兄弟のやつですね。しっかりこうやってバルブが今年伸びてですね、花も咲いて、来年用のバルブもしっかり伸びてきたという感じ、こんな感じに本当はなっているはずなんですよね。それでもちょっと凍らしたらやっぱり、実証実験失敗ということ、実証実験というか、私のミスでこうなったんですけど、やはりアフィルムはですね凍らせちゃダメということがはっきりしましたんで、皆さん気をつけてください。特にうちはですねマイナス5度になりました。マイナス5度はもう危険な温度ですね。でもう本当にカチンカチン凍ってしまって、バルブももう凍ってしまったという状態だったんで、それがかろうじて、半分ぐらいは生き残ったという感じですね。これも同じ兄弟なんですけどね、こんな感じで、かっこよくなってたはずなんですよね本当は。で皆さんにこうしっかり、今年の春ですね、花が咲いたところをお見せしようと思っていたところなんですけど、凍らせたらダメという結果でしたので、でも枯れ葉として生きてるということで、まだこれも育ててみて、どういう復活をしてくれるかっていうのも、お見せできるかなと思います。今年はですね、うちもアフィルムが結構数が増えて高値がたくさんできたんですよ。で遊びの一つとしてこういった流木に、高めを今年の春につけたやつがこういう感じになりましたんで、皆さんも遊びとしてはですね、皆さんたくさんこう高めが出て増えた場合にはこういった流木につけて楽しむのも一つかなと思います。いろんな応用ができますんで、高めがたくさんできてどうしようかっていう方はですね、ただ鉢植えだけじゃなくて、これはですね、高めを5本ぐらい苔で巻いて、ただ流木につけただけです。簡単です。苔玉でしっかり養生したっていうわけじゃないんです。ただ、バルブをですね5本ぐらいまとめて、灰苔で包んで、板につけただけ。これはですね高めがちょっと大きくなったらもう5月から6月につけたら、こういう状態で、育ってくれますんで。これで来年多分いくつか花つけると思います。で来年すごくこの2倍ぐらいバルブが伸びてきますんで、すごく 1,2 年後は綺麗な感じで育ってくれると思うんですよね。でこれに根っこがずっと巻いてくるんで、ただ鉢植えだけじゃなくて、こういった流木漬け、板漬け、もうこの流木も海からちょっと拾ってきてこう塩抜きをして、つけただけなんですけど、もう結構面白い形、ですね、世界に一つだけの自分のオリジナルのものができるんじゃないかと思うんですよね。
これもですね、流木なんですけど、切った跡があるんですけど、長い間海を、さすらってきてですね、やっと宮崎の海に漂着したというやつを本当はそこで朽ち果てて枯れてしまうところなんですけど、それを生き返らせたというところもあると思うんですよね。風情があっていいんじゃないかと思うんですよね。はい、これが1年後2年後はまだすごく綺麗になってくるんで、そこら辺も皆さんもですね、自分で楽しめるんじゃないかと思うんですよね。特に流木漬けとかを100個ぐらい作ってですね、もう高値がいっぱいできたんで、それを鉢植えするよりはもう直につけた方がもう早く商品になって面白い形ができるなと思って結構作っています。もう本当にいろんな、同じのが2つないんで面白いかなと思うんですよね。もう根っこもしっかり出てきたんで根っこも面白いなと思っているところですね。特に早く高芽が出た場合、できるだけ早くつけた方が根の張りはいいです。6月の梅雨の時につけて梅雨の雨に当てるのが一番根っこが伸びたような気がします。これもですね、松の枝の芯とかつがの芯が残ったやつがこういう形でなんかな、角のみたいになってるやつですね。それにつけたやつです。この根っこ面白いなと思ってます。鹿児島の方もですね、自分で流木を拾ってつけていると言っておられましたんで、もうそれが面白いわと言って、共感してもらっている方もいました。はい、何人かおられます。玄関を素敵にですね、流木で飾っている方もおられますし、ちょっと刺激になればいいかなと思っています。はい、自分のオリジナルができるんでいいかなと思いますね。でたくさんできたら友達にプレゼントしてもいいし、いいかなと思ってます。花の時期は短いんですけれども、成長過程が面白いと思うんですよね。葉っぱが落ちて花が咲いて、それと同時に新しいバルブがずっと伸びてきますからね。でそれがですね、梅雨時期からずっと伸び始めて、9月ぐらいまでずっと長くなってくるから、で毎年ボリュームも大きくなって、素敵なインテリアになるんじゃないかと思うんですよね。はい、アフィルムなかなか今作る人が少なくて、こういった流木作りっていうのがなかなか普及してないんで、自分で作るしかないと思うんですよね。はい、これがですね10月ぐらいにバルブじゃなくて高芽がですね、たくさんあったので、それをただ苔に巻いただけなんですよね。これを流木につける板につけるという形で今やっています。それの内容を作って、でも今もう成長期が終わったんで、とりあえずこれ作ってて、ちょっと時間がある時に、流木か板につけようかなと思っているところです。こんな感じで作れます。ただ高芽をですね、5本ぐらい取って根っこの裸のまんまで灰苔で巻いて黒糸で縛っただけです。これが原本というかその元ですね。はい、こんな感じで作っています。これを鉢植えするよりはちょっと板につけたり流木漬けたりにした方がちょっと変化が出るんで面白いかなと思っています。本当にたくさん去年ですね、朝日さんなんかにも手伝ってもらっていっぱい作ったんで、はい、それが今来年はですねいい商品になってくるかなと思っています。今ですねこんなやつを宮崎植木市で販売しているんですよ。でいっぱいいろんなやつを持って行っております。苔玉作り、スリット鉢植え、あとですね流木漬け、もう大きいのから小さいのまでいろいろ持ってきておりますので、宮崎におられる方はですね、近くの方はまだ植木市が12月の7日ぐらいまでありますんで、7日の日まで土曜日日曜日は大体私が行って説明しながら販売しようと思っておりますんで、29、30日の土曜日曜、それと12月の6日と7日の土曜と日曜は、宮崎植木市、宮崎園芸さんの中にコーナーを作ってもらっておりますので、そこで説明販売をしていきたいと思っておりますので、
もし、来られる方はですね、ぜひ遊びに来てください。植木なんかもたくさんありますし、宮崎園芸さんはですね、いろんな草花を持っておられます。はい、楽しめると思いますんで、ぜひ時間の余裕のある方は来ていただければいいかなと思っております。で、これはですね、このまま今成長期がちょっと終わっているんで、このままでも水さえやっておけばちょっと余裕があると思います。すぐつける必要はないと思います。はい、このままちょっと寝かせて、時間がある時に流木につけるというのも一つでしょうし、私はですねちょっといろんな、今ちょっと冬の準備でビニール張りとかそんなのが忙しいんで、ちょっとこれは1ヶ月ぐらいほったらかしです。はい、ほったらかし、ただですね、ちょっと本当に1週間に1回ぐらいにちょっと水をやるぐらいで今は管理できますんで、はい、たくさん本当に高芽ができたという方はですね、鉢植えだけじゃなくてこういうふうにちょっと作って、余裕を持って、遊び心でいろんな作り方ができるということも一つやってもらったらいいかなと思います。はい、アフィルムですね。ローディゲシもですね、ちょっと苗を今作っておりますので、ローディゲシも同じようにちょっと両方つけたりしていきたいと思います。ローディゲシの方がちょっと苗が少なくて今ちょっと増やしているっていうところですね。はい、でローディゲシもですね、今年は外で、耐えられるかどうかの実験もしてみたいと思います。前何回かちょっと喋ったんですけれども、もう外でも大丈夫よっていう情報もあったんで、それがどうなのか、どれぐらいの温度ぐらいまで耐えられるのかどうかをちょっと今年は試験していきたいなと思っているところですね。はい、ローディゲシ、アフィルム、それと今回ですね、宮崎上市ですごく人気だったのはアダストラビッグリップっていう苗をちょっと作ったんですよね。はい、今年の高芽を利用して、でそれがちょっと根がついたんで宮崎植木市で並べていたらですね、結構皆さん買っていただいて、もう本当小さい苗だったんですけど、でもですね、それをもう2年3年育てるとむちゃくちゃ綺麗になりますんで、はい、アダストラビッグリップ、ちょっとアフィルムよりは色が少し濃いやつですね。それも楽しめるかなと思います。はい、で今ですね、いろんな種類もちょっと集めておりますんで、それもですね後々紹介していきたいと思いますので、今回はですね、アフィルムの1月の失敗作、すごくアクシデントがあってですね、私が取り込みをしてたのをですね、どうなっていったのかをちょっとお知らせしたというところで、これもですね、来年ぐらいまたですね、どれぐらいに復活できたのかをも紹介できるかなと思っています。ちょっと水やり管理をちゃんとしてですね、復活劇をちょっとお見せしたいなと思っておりますので、そこへんも、くるからまのチャンネルをチェックしてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。松浦さん、植木市にジャッキーさんが来られたんでしょ。ジャッキーさんわざわざ来てもらってですね、奥様と2人で、松浦さんに協力するとたくさん買っていただきました。どうもありがとうございました。また買ってもらったんですか。よかったですね。でもういろんなのを持っておられるみたいですからね、また買ってもらいました。ありがとうございます。よかったです。いつもコメントをくださるので、松浦さんに会えてよかったですか。いつも協力していただいてありがとうございます。見守っていただいてありがとうございます。買っていただいてありがとうございます。もういろんな人に助けられてますからね。そうですね。もう今回もある程度いろんなところから海老名から来られた方もおられますし、はい、ありがとうございます。それとともこさん、いつもコメントくださる方です。この方もコメント来たので紹介します。デンドロビウムの育て方は種類によって違いがあり難しいですね。そうですよね。本当に今年リンドレ導入して、うまく咲かせ方を今研究しているところですね。とりあえず1月いっぱいは水切ろうと思っておりますんで、でも、花芽が出るまであんまり水やらない方がいいよという情報もあるんですよね。そこら辺もですね、ちょっと試行錯誤をしながら今年やってみますんで、そこら辺をですね、映像も含めて紹介できるかなと思います。花芽がいつぐらいにできて、水やり開始してどうなるかっていうので、この前もですね、植木市に、蘭をちょっといろいろされてる方と出会いまして、いろいろ話聞いたらですね、
特にリンドレー系ですねは冬もう全く水やらないよっていう方もおられます。もう段ボールに入れてしまっとくよっていうことを言ったら僕たちはそういうふうに教わったんだよって言われてですね、へえと思いましてですね、究極のやり方ですね。そうですね、そこ辺まで水切っていいそうです。で春水をやったらもうバルブがパンパンになってきれいになるよっていうことも言っておられたんで、はい、基本はですね、基本は1月にちょっと水を切るということでやってみますんで、そこにはですねいくつか探りながらやってみたいと思っています。リンドレーとジェンキンシーとウェンツィは大体同じような感じでいいのかなと思っていますので、そこへもですね、ちょっと研究しながら今やっているところです。これの成功具合もですね、クルカル村のチャンネルで紹介できると思いますんで、はい、花芽が出た段階からですね、ちょっと紹介しながらちょっと伸びた段階でもう販売の方もしていきたいなと思っております。花時期はですねそんな長くないんですよね。1週間ぐらいしか花咲かないんで、つぼみが出た段階からちょっと発送も宮崎から発送ですからちょっと遠いところもありますんで、発送痛みがないような形で送りたいなと思っているところですね。はい、まず続きがあります。はいはい、私は昨年から育てている原種カトレアのセルヌアは咲かずに残念でした。はい、小型のオンシジウムは株ばかり増えて咲かずでした。はい、コチョウランは2株病気でお星様になりました。卵栽培うまくいく時とそうでない時がありますね。だからこそ開花した時の嬉しさがありますね。実証実験楽しみにしてますということです。はい、アフィルムの確か映像が見たいっていうことを言っておられたんですね。あれがどうなったのっていうことを言っておられましたよということだったんで、こういう形になりました。でももう本当はね諦めてはいたんですよ。もう全滅するかなと思ってたんですけど、ある程度復活してくれていますんで。それもですね大事にちょっと育てていってですね、今後どうなるかもちょっとお伝えしていきたいと思います。もう本当にいっぱいあって難しいですね。いろいろ私も YouTube で勉強しながらいろいろやってるんですけど、本当にカトレア自体もですね、もう春咲き秋咲きとかですね、いろいろあって肥料のやり方もですね、シースが出た段階でやった方がいいよとか、シースが小さかったらやらない方がいいよとか、いろいろあるみたいですね。はい、でも自分なりのですね、ある程度基本は探りながら、自分なりの環境もありますからね、そこ辺で調整されるといいかなと思います。はい、でも本当に育てる段階でですね、つぼみがどんどん膨らんでいくのも楽しかったりですね、咲かなかったら来年どうしようかという研究もですね、なかなか面白いかなと思うんですよね。私もですね、カトレア、3、4年咲いてないようなバルブをちょっと預かってですね、今ちょっと苔玉にしたところです。とあと流木漬けにもしてみてですね、どういうふうになるか、ここ 2、3年全然咲いた気配がないバルブだったんですよね。その方はですね、すごく熱心な感じの行き届いた方で、水を結構やっておられたのかなと思うんですね。でもう株は大きくなってるんですけど、咲いた形跡がないんですよね。はい、それも今ちょっと試験して苔玉に作って大株を今作ってるところですね。いろんなことやってるんで皆さん大変ねって言うけど全然大変じゃなくて面白いばっかりというか、もう本当に植物の成長がですね、なんか面白いなというところでやっております。はい、皆さんもですね、ちょっといろいろハマった方もおられますけれども、一緒にですね植物を成長を楽しみながらやっていければいいかなと思っておりますので、そこへもですね、クルカル村のチャンネルでいろんなのをちょっと報告していきたいと思いますので、ですね、クルカル村の販売所の方に今、いろいろ出しています。チェックしてみてください。で結構ですね買いやすい値段に設定しておりますんで、ぜひですねチェックしてもらって、オリジナル商品が多いんで、そこ辺もチェックして世界に一つだけのオリジナルの花をですね、手に入れて自分で育ててみてください。すみません、今日も発送したんですけど、はい、東京まで送るということで、120センチの箱に用意してですね、入れたんですけど、ちょっと釣り手のですね金具がですね10センチぐらい張り切れなくて、ちょっと折り曲げました。そこへもですね、それちょっとちゃんと戻せば戻りますんで、はい、かけるときはそのままおかしいなって思って釣らないようにしてください。ちゃんと戻して釣るようにしてください。送る場合は
大きいやつはですね、スリルとかそういった形でちょっと曲げたりしますので、そこはですね、元の状態にして釣って楽しんでください。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございました。